ちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回は国内旅行を紹介しますので、サブチャンネルの方で旅の Vlog を紹介したいと思います。よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。今年の離島旅行は与論島に行ってきました。せっかくなので羽田空港で全泊したんですよね。その時の様子から紹介していきたいと思います。羽田空港で入れる天空の温泉です。ここからホテルのレセプションに向かいます。お、すごい日本っぽい。このね、兜といえば大谷選手がねホームラン打った時にかぶれるので今ね話題ですけれども、まさかねホテルのフロントに置いてあるとは思いませんでした。でチェックインも自動なので自分でチェックイン、セルフチェックインしていきます。今回は8階でした。結構部屋数が多くてびっくりしました。意外と部屋はねそこまで広くなかったんですよね。それがね第一印象でした。あとね部屋がねすごく暗いなっていう印象だったんですよね。このカーテン開ければいいんじゃないって思ったんですけど、なんとねこのカーテンの向こう側がトイレになってて、トイレとバスルームになってるんですよね。だから開けることはできなかったんですけど、一人で滞在しててもやっぱりねおトイレが見えちゃうのは抵抗ありますよね。本当は部屋で少しゆっくりしようかなと思ったんですけど、そういうね気分にもならなかったので、早速ね温泉の方に向かいました。今回は夕食と入浴がついてるプランを選んだので、実際いくらか知らなかったんですけど、見たら5000円ぐらいするんですよね。宿泊者は2000円で入ることができるそうです。一人旅の時に帰りに寄ろうかなって思ってたんですけど、ここで5000円かかるんだったら家にすぐ帰った方がいいかな。でもねここすごくね眺め良かったんですよ。だってねここね空港なので飛行機も見れるし、しかも都内でしょ。スカイツリーも見れたし、あとね東京タワーとかも見えたんですよ。この時夕方の4時なんですけど、贅沢にも展望風呂楽しみました。女性は富士見風呂だったんですけど、富士山は見えなかったですね、残念。6時から夕食の予約をしてたので早速行ってきました。ここね展望デッキで食べれるかと思ってたんですけど、残念ながら1階だったので景色を楽しむこともできず、ビュッフェを楽しみました。でもねご飯全部美味しかったですよ。全然人がいなくてね大丈夫なのかなって、5時から始まってたんですけど手つかずの状態だったんですよ。なので最初にオードブルとかスプーンですくってちょっとね贅沢な時間過ごしてました。今回は JAL を利用しました。朝8時45分の便だったので少し早かったんですよね。なので全泊してよかったなって思います。普段はマイルを貯めているので ANA を使うことが多いんですけれども、与論島は JAL 便しか飛んでないということで、今回は JAL を利用しました。チケットは10月に取ってます。なのでね少しお安くは取れたかなと思ってます。沖縄は去年初めて来たんですけど、その時もね上空からの眺めがすごく綺麗で感動したんですけど、やっぱりね何度見ても美しいですよね。感動しました。与論島に行くには沖縄を経由して与論島にまた飛ぶので2回飛行機に乗ることになります。それで沖縄から与論島までは JAL しか飛んでないんですけど、沖縄まではもちろん LCC が飛んでるんですけどね、今回はセットで購入した方がお安かったんですよね。2人でだいたい8万4000円だから、片道だとだいたい2万1000円ですかね。沖縄との乗り継ぎはギリギリのものもあったんですけど、やっぱりねちょっと心配だったので、飛行機の遅れとかあったりすると乗れなかったりもするから、乗り継ぎに少し余裕のあるものを選んだので、那覇空港では少し休憩してから乗り継ぎ便に向かいました。プロペラ機みたいなやつ。何人乗りなんだろうこれ。遠くから見てたら結構小さかったんですけど、実際入ってみると結構広々で、
2列2列のシートでした。シートピッチも意外と広めだったんですよね。プロペラが回る瞬間が見れるのも窓際の特権ですよね。これね、スマホで撮ったらプロペラがすごくゆっくり見えるけど、実際にはものすごい速さで、もちろんね回ってるんですけど、カメラで撮ってても止まってるように見えますよね。面白い。もちろんね、空からの眺めもね最高でしたよ。もう本当に綺麗で感動します。なんかこのプロペラ機がすごい可愛くって、ジブリの世界にいるような感覚でした。なんか継ぎはぎみたいなのもこれ可愛いですよね。どこも絵になるような感じ。ここが与論島の上空です。そろそろ着陸かな。すっごい綺麗。見て、この影、飛行機の影が映ってるの可愛くって撮ってた。与論島は車で回るとだいたい1時間ぐらいで回れちゃうほど小さい島で、全周がだいたい24キロだそうです。だから空から見ててももう島の全景が見えるようなぐらいでした。ありがとうございます。でも天気曇ってるね、ちょっと。ということで無事に与論島に到着しました。予定時刻通りでしたね、ほぼ。空港は結構ね小さくって、売店はちょっとあるくらいでしたね。でもこの空港の外にショッピングセンターとか100円ショップとかがありました。与論空港は想像してる以上に小さかったですね。島の空港っていう感じです。今回の滞在先はプリシアリゾートです。空港まで送迎があるので利用させていただきました。結構すぐそばなので歩いても行ける距離なんですよ。去年の宮古島と同じような景色なんですけど、やっぱりねサトウキビ畑がずっと連なってました。あっという間にホテル到着です。プリシアリゾートはこの与論島の中では一番お高めな宿泊代だと思いますけど、ここね評価とか見てると結構古い建築なんですよね。なんだけど最近リニューアルして全部ねリノベーションされてるので、すごい建物は綺麗でした。フロントの方がお迎えしてくださいました。チェックイン前なのでまだ部屋には入ることはできなかったんですけど、この後ねラウンジを紹介していただいて、そこでゆっくりしました。建物の外観も良かったんですけど、ロビーの中もとても素敵でした。奥には売店もあって、ちょっとした食べ物、カップラーメンとかそういうのもね売ってました。アイスもありました。ものすごい高いかっていうとそうでもなかったですね。でチェックインまで時間があったのでラウンジを利用させていただきました。お酒がある。ビールが飲み放題なんて最高。泡盛とこれなんだろう、島優先。ワインもあるよ。すごい、めっちゃおしゃれなんだけど。プリシアリゾートは1泊2万円ぐらいするんですよね、一番お安い部屋でも。今回利用した部屋はスタンダードハリウッドツインです。で60日前とか30日前っていう予約で少しお安くなりました。5泊6日で10万8900円、朝食込みにしました。最初は高いかなって思ったんですけど、実際泊まるとねやっぱりそれを覆すほどのすごくね快適な滞在ができました。ここはトイレ、浴槽。夕方はレンタサイクルで夕飯の買い出しに行きました。すごいでしょ、素敵。今日はこれからレンタル自転車を借りて島をサイクリングしてみたいと思います。なんかこう日本じゃないみたい。
真っ白。ギリシャのサントリーニ島には行ったことあるんだけど、なんかねすごい似てるけどもっと上品な感じ。この窓がすごい可愛い。見てこれ、なんかアッシュブルーっていうのかな、すごい素敵。いいなあ、こういうお家に住めたら。で昨日は到着した時曇ってたんだけど、今日は晴れてね、ちょっとお天気になったら急に暑くなってきました。これね全部ビラによって金額がね違うんですよね。あれどこだろう、ちょっとぐるっと回ってきて、もう早速迷子になってる。あ、さっき言ったところがあそこだ。私たちが住んでるのはあのビラの一角です。すごい部屋の中も素敵だったっていうか素敵です。まだ滞在中だからね。もう海もねすごい綺麗なの。曇っててもなんかバスクリーン入れたみたいな感じの色ですごい素敵っていうか、道間違えてないかな、合ってるかな。まあ間違えてもね行くところは一緒なので、多分遠回りになってるな。ちょっと海のそばも回りながらせっかくなので撮っていきたいと思います。うわすごい海が見えてきたよ。なんかもうほんとすごい素敵。昨日曇ってたけど今日は晴れてるからすごい綺麗。めちゃくちゃ綺麗。結構去年は宮古島の来間島に行ったんですけど、その時シーウッドホテルに泊まったんだけど、シーウッドホテルよりは広くない、狭い感じ。これもちょっと興味あった。これなんだろう、島バナナ本日あります。あとねこれも幻のフルーツ水レモンありますだって。これは後で行ってみたいなと思います。でちょっと向こうに見えてきたのがまた違うビラなんだけど、多分あそこはオーシャンビューの部屋だと思います。私たちが今回泊まったところはオーシャンビューじゃないんですけど、ちょっと歩けばね海が見れるからもう全然十分じゃないかなと思います。なんだろうね、このグリーン、この色なんて言うんだろう、すごい綺麗な色ですよ。なんかパステル調のグリーンかな。曇ってた時はもっとちょっと地味なイメージだったんだけど、こんな風に青空と一緒に映るとすごい綺麗ですよね。ここはねちょっとお高めですよ。でここが朝食会場になっているところで、レストランもある場所、すっごい素敵なの。ここもで目の前の建物がラウンジになってます。ここねすごいのよ、お酒が飲み放題でコーヒーとかも飲めるし、10時から夕方の5時半までやってるから、今日はちょっと人が多いけどビールが飲める。だからね部屋に買わなくていいのですごいお得で、今日はちょっとねたくさん人がいるから中映せないけど、目の前はこんな感じで、前日はサンセットが見えてすごい素敵でした。で朝食でいただいた場所はあそこの白い建物になります。でここはまたちょっと違うビラなんですよね。一軒一軒になってるのかな。すっごい素敵。なんか屋根まで全部真っ白なお家なんて初めて見たかも。すごい。宮古島のシギラリゾートよりおしゃれな感じですね。あそこはピンク基調だったけど、ここは本当にヨーロッパのギリシャの雰囲気。それなりに泊まると高いけど、でもここにずっと
入れる感じなんで、旦那さんとレンタル自転車を借りに行こうって言ったのに完全にはぐれましたね。っていうかもう私どこ歩いてるのか分かんなくなってきちゃった。あ、ちょっと遠くに今見えるのがさっき言ったところで、海がすっごい綺麗、めちゃくちゃ綺麗。明日はもっと天気になるかな。うわー、すごい綺麗。ここの建物何かなと思ったら宿泊施設みたいですね。ここも結婚式とかやったりとか大人数で泊まるときに使われるのかな。すごい中広かったです。ちょっとね覗きました。今回の滞在先はフロントのフリシアリゾートです。バスもねあって空港まで送迎してくれるんですよね。この大きいバスに2人だけで乗ってきました。すっごいめちゃくちゃ可愛い。建物にテンション上がる。今日の格好ワンピースとパーカーで、ここではレンタル自転車とかバイクとかも借りれます。で自転車は電動チャリと普通の自転車があって、私はね普段運動不足なので今回は普通のチャリにしました。普通のチャリだと1時間300円で5時間だと1000円で、あと1日っていうのもあるんですよね。あと電動チャリは1時間500円だったかな。で5時間は2000円になります。電動チャリもいいなと思ったんですけどね。子供用の自転車とか、あとママチャリもありますね。あとね、そうそう、映画メガネで登場した三輪タイプの自転車も借りられます。これもね電動チャリになってる。今日は島の半分ぐらい回れたらいいなって思います。でここ駐車場になってるからレンタカー借りれたらここに止めることもできるね。ここなんだろう、見てこれ、貝がずっと並んでる。個人の私有地なのかな。海が綺麗。ここ滑走路になってるのすごい。目の前愛のカニに来た。さあ何があるかな。おお、いい眺め。いいな、のどかで。これ何？なんか南国に来ると変わった植物をいっぱい見るね。今日の与論島の気温は17度、最高が18度。明日の方がお天気みたい。到着。こんな感じで見えてます。沖縄本島と右側が伊是名島。なんかこの鳥沖縄でも見たな。これ多分2人で鳴らすといい感じなんだろうな。カップルで来ると愛が深まるそうです。ということで1人で鳴らしてみたよ。なんだろう、向こうにもなんか見える。あっちまで歩けるってこと？あれ与論駅じゃない？でチャリで行ってみるか。ちょっと降りてみることにしました。あ、ここにもあった。続いてきたのが与論駅。面白い。何の駅なんだろう。かわいい駅だね。本当に線路があるよ。天の川の与論駅なんだって。鉄道っぽく枕木が埋めてある。いい眺め。プリシアリゾートだけじゃなくて建物がなんかやっぱり全体的に白っぽい気がする。で青とすごい合うから本当にねギリシャみたい。ということで上がってきたけどいい眺め。本当にお天気いい今日。ウミガメ去年見れなかったんだけど冬だからね今年も見れないかな。
うわー、すごいすごい素敵。空から見た景色と全く一緒。すごい綺麗。これずっと向こうまであるよ。このまためっちゃおしゃれ。上の方に新しい100万年ぐらいの年代からできたブルーベリー石灰岩が乗っかってる。お店の前の海岸出てきました。すごい、なんかちょっとした入り江になってる。すごい素敵。石灰岩なんだ。いや、ずーっとこれ続いてる。すごい不思議な景色。石になってる。全部これ石？石灰岩。へえ。ずーっと石灰岩。この世論で取れるレモンなんだって、これが。あ、美味しい。これ美味しい。これはなんだっけ？抹茶ラテ？抹茶カフェラテ。ふわふわで美味しい。このシロップのミントソーダは時期によってシロップが異なるんだって。だから今日のシロップは世論のレモンを入れてた。美味しい。ここはエアビーです。日本でもねエアビーあるんですよね。ここも泊まりたかったんだけど4泊までがマックスでした。いつかご縁があったら泊まりたいです。でここのカフェから本当にねクジラが見えるそうで、すぐ近くまで来るそうです。あの青いのと淡いグリーンがある境目ぐらいまでクジラが来るってことで、まあ今日は来る気配はないですけどね。素敵。ここもなんかギリシャみたいな建物がすごいおしゃれ。長居してたいけどそろそろ次の目的地に向かいます。多分先まで行くのかな。神社が見えた。あそこ登るのかな。結構きつい坂道登ってきたところ、結構きつかった。この自転車ギアないんだよね。本当に登るっぽい。結構きついよ。だいぶ上がってきた。沖縄返還の記念碑だって。ちょうど真正面が沖縄本島。もう結構はっきり見える。あ、やっとここまで来た。こっから登っていく。はっきり言って私は焦げません。押して歩いてます。ここはやっぱ電動チャリの方がいいかもね。息切れしちゃう。さっきがこのクジラカフェで、今ここだから。だいぶ来たね。おお、本当に登ってきちゃった。あそこに鳥居がある。琴平神社。でもさっきいたのがあそこのクジラカフェでしょ。ここからだいぶすごい来たね。
これなんだろう。穴が開いてる。与論城跡。それにしても眺め最高。帰りはスイスイ。明日また来ます。今度は風車目指すのかな。ここまで来ちゃった。あっという間だった。うわー綺麗。今日は穏やかですね。で自転車からは降りれない。こんな感じ。キャミソール1枚と今日はワンピース。牛がいっぱい。与論島は住んでる人より牛の方が多いんだって。ここから来て車道島の駅、ここから赤崎海岸に向かう。ヤギちゃんもぐもぐ食べてる。何食べてるの？美味しいですか？変わった木、与論民族村。ちょっと覗いてきます。なんかいるよ。なんかいるよね。ガサガサって音したね。猫かな。赤崎海岸に到着。おー、すごい綺麗ね。ここもゴミがね全然落ちてないんだよね。今4時前。ちょっと日が暮れかかってるけど、昨日の日没は5時50分だからまだ日が長い。さっきの風車が向こうに見える。運が良ければこの時期でもウミガメが見れるそうです。見れるかな。ウミガメみたい。漁港に行けばウミガメの顔が覗くことがあるってさっきクジラカフェのオーナーさんが言ってました。すっごい綺麗。抹茶透明度。おお、あ、冷たいな。当たり前だけど。おお、すごい透明度。おお、みんなサンゴなんだよね。ジャリジャリ。続いてきたのがオーガネックビーチ、オーガネック海岸、奄美群島国立公園だって。うわ、すごい綺麗ね。やっぱここまでは来るべきだね。うわ、すごい綺麗。さっきのところより綺麗。
謎な洞窟みたいなところと、うわここはインスタ映えしそうな場所ですね。うわすごい綺麗。全然人も誰もいないからめっちゃ独り占めできる。でもちょっと白飛びしてるかも。ということで露出を下げて撮ってみました。伝わるといいな。すごい綺麗。危ない。さっきいた場所まで来た。綺麗ですね。結局今日の最終目的地は大金久海岸になりました。冬の間は島が見れないけど、ここに潮の満ち引きで突然ね現れる島があるんだそうです。嵐の CM でも有名なんだそうです。さっきねウミガメが見えたって言ってたんだよね。本当は野生のウミガメが見たい。海に出て見れるんじゃなくて、ここで頭ひょこって出してくんないかな。それっぽいのは見えるけど多分違うよね。グラスボートはあそこから出てる。さっきお店の人に聞いたら、ちょっとね冬のシーズンは人の集まりが良くないので、人数が集まらないと船が動かないということで、2人だとちょっと難しいって言われちゃいました。残念です。いつか夏も来たいな。ということで今日はここまでですね。だいぶ走ってきたよ。すごい走ってきた。ずーっとここもサトウキビ畑。サトウキビは結構時期に分けて植え付けしてるんだそうです。これね沖縄に行った時に聞いたんだよね。向こうに見えるのが刈り取った後のサトウキビ畑で、こっちは刈り取る前のサトウキビ畑ね。もう辺り一帯がサトウキビ畑です。ということで今日は自転車の旅でした。頑張ってくれた。お尻痛い。こっからホテルに戻ります。4時44分。今ここで、ここからこのね、ヨロン空港のところまで戻っていきます。帰りがまたアップダウンが激しいので帰れるかな。ということでホテルに到着しました。ちょうど帰りに買い物してきたけど、今5時35分です。1時間かからなかったかも。夕日に当たるホテルのフロントもすごい素敵。これから私はラウンジに向かいます。今日の夕日最後に見れてよかった。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はここまでになります。与論島は5泊6日で滞在してますので、まだ旅の動画続きます。よかったら続きも楽しみにしていただけると嬉しいです。次回は電動キックボードで与論島を一周します。